何なのだ？でかすぎる。これ本当にファンなのだ。これは新しい PC 用ファンメーカーのスドクーの 30mm 厚ファンマッハ1-2です。新型なのだ。まずは驚きの梱包サイズとその風量です。108？ いやいやいや、ちょっと待つのだ。スペックおかしくない？驚きの数値ね。では実際にこの数値が実装環境でどうなるか検証していきましょう。同じ CPU クーラー、同じケース、同じ騒音、同じ条件で交換した結果どうなるのかを比較する。それがこのトライアルスカッシュチャンネルです。このストクーマッハ1-2ってなんでこんなにすごいのだ？こちらはハイスペックを詰め込んだ実用志向の 30mm 厚ハイエンドファンという位置づけの製品ですわ。単なる高回転ではなく、風量、静圧、静音性のバランスを高いレベルで成立させることを狙っていますの。でもそれって普通の高性能ファンと何が違うのだ？最大の特徴はモーターですわ。酸素10極12スロットの FOC クローズドループ制御モーターと高品質なネオジム磁石を組み合わせていますの。LCP とガラス繊維を使った光合成ブレードに加え 30mm 厚の構造によって 108CFM7.31mmAQ という非常に強力な風量と静圧を実現していますわ。静かさとか耐久性は大丈夫なのだ？そこも抜かりありませんわ。日本のポーライト社製カスタムハイブリッド流対軸受けを採用し、デュアルオイル回路で耐久性と静音性を両立していますの。ラバーパッドで振動対策も徹底されていますわ。見た目もちょっと変わってるのだ。透明ハブや LED でモーター構造を見せるデザインも特徴的ですわ。この構造への自信の表れね。つまりどういうファンなのだ？モーター制御、素材、構造、その全てを作り込んだ意欲的なファンですわ。超高性能なファンってことなのだね。比較対象はフルサイズのリングブレードである P12 Pro と P12 Pro リバースモデル。コスパモンスターなのだ。ディープクール最新の FD12V2。セミリングブレードなのだ。そしての口は NFA12X25G2。静音で評価されている G2 が比較対象なのだ。まずなぜ同じ騒音で性能を比較するか補足します。 PC にファンを取り付けると必ず起きることがあります。何なのだ？空気抵抗です。ヒートシンク、ケースパネル、防塵フィルター、これらは全て空気の抵抗となり空気の流れを乱します。乱れるとどうなるのだ？空気の乱れは音、振動、熱、つまり騒音に変わっているということなの。つまり抵抗が増えるほど騒音が増えます。本当に効率が良いファンはこの乱れを抑えながら純粋な風を送ることができるということなのだ。その通りです。同一条件の騒音値で測定した結果を比較することが静音性能では重要よ。なるほどなのだ。では実際に比較します。まずは CPU クーラー AK400 搭載の風速と PWM% の関係グラフです。あれ、マッハ1-2はここからプロットするとちょっと数値が倍以上出ているのだ。 30mm 厚ファンの凄まじい能力ですの。マックス 25m 毎秒出てるのだ。次にケース搭載時の風速と PWM% のグラフです。ケースでも圧倒的なのだ。21.3m 毎秒出てるのだ。そしてファン単体の風速と PWM% のグラフです。どれもマッハ1-2がすごいのだ。これ本当なのだ。何度も測定をし直しましたが変わりませんでしたわ。ならその分うるさいに違いないのだ。それでは騒音も確かめてみましょう。まずは CPU クーラー AK400 搭載時の PWM% と騒音の関係グラフです。やっぱり風速が出る分は騒音も高いのだ。先ほどの PWM ごとの風速のグラフと見比べてみましょう。風速に対して騒音との差がそれぞれ違うね。風速の差を考えれば意外と頑張ってるのだ。次はケースに搭載した時の騒音値と PWM% のグラフです。あれ、ケースでは P12 プロと似た騒音なのだ。同様に PWM ごとの風速も見てみましょう。風速差を考えると効率良さそうなのだ。参考のファン単体の騒音値と PWM% のグラフです。同様に PWM ごとの風速も見てみましょう。
単体は乱れや他と比べれば静かだね。ただファンは単体では使いませんのでこれは参考です。それぞれ PWM ごとの騒音値を見てみると G2 の騒音値の最大は単体だとマックス 39.3 デシベル AK400 搭載で 44.2 デシベル ケース取り付けだと 43.8 デシベルやっぱりの口は G2 が静かなのだ。単純に PWM の設定値で比べるとツンダモンのように G2 が優れていると思いますわよね。違うのだ。まず最大回転数の範囲が異なりますわ。回転が異なれば風量も騒音もバラバラです。確かにその通りなのだ。静音効率の評価をするには同じ騒音値でどれだけ風を流せそして冷やせるかを比べるのが重要なのよ。分かったのだ。騒音値を揃えて比べてみるのだ。それでは確かめの同じ騒音で比較してみましょう。横軸に騒音値、縦軸が風速になります。まずは AK400 搭載時の騒音と風速のグラフです。同じ騒音なら風速が高い方が優秀です。ちょっとマッハ1-2大型より倍以上の風速が出てるのだ。次にケース搭載時の騒音値と風速のグラフです。なんとケース取り付けでも圧倒的なのだ。そしてファン単体の騒音値と風速の関係です。これは間違いなくマッハ1-2の性能はぶっ飛んでるのだ。つまり同じ騒音値で比較すればマッハ1-2がどれもこれも圧倒的なのだ。その通り。30mm 圧が結果として同一騒音での性能に現れてますわ。さらにこれを分かりやすくするため騒音値を合わせた静音効率指数 TSE で見てみましょう。まず AK400 搭載の静音効率指数。ふむふむ。次にケース NR200。ふむふむ。そしてファン測定結果。マッハ1-2がすごすぎるのだ。同じ騒音値ごとで比較することで効率に差が出ているのがよくわかります。マッハ1-2を使えば最強なのだ。それでは実際にどうなるのか前回の動画に引き続き今回もシネベンチ R23 を用いて私が実用的な騒音値の 38dBA に合わせて比較しますわ。どんな結果になるのだ。測定で取り外したクーラーを今回も元通りに取り付けます。いつものシミオシグリスそろそろなくなりそうなのだ。あえれ、それなんなのだ。新たに導入した軽型熱電対の温度測定器を最大4チャンネルの温度を PC につないでデータロガーできるの。またマニアックなものを買ってる検証マニアなのだ。今回チャンネル1に CPU ファンの吸い込み温度、チャンネル2に室温を記録、ハードウェアインフォにて CPU 温度を記録します。まずはマッハ1-2ノクチュア G2、リップクール FD12V2、P12 プロ、P12 プロリバース。これらの測定開始後2分間を切り捨てた8分間のデータを用いて CPU 温度平均からファン、入り口温度平均を引いた差分をデルタ T と呼びます。1秒間隔で測定した480個の8分間分の平均値を用います。これは室温や周囲温度の誤差を補正し CPU 温度だけ見るよりも比較に適した指標です。つまり室温のブレを抑えた比較ができるの？その通りです。ただし比較対象同士の室温は可能な限り合わせないとダメよ。気をつけるのだ。それでは測定結果です。あれ？ちょっと待つのだ。さっき風がぶっちぎりだったのになんで3番手なのだ。この差は比較がファン単体だけではないからですわ。風速は風そのものの強さでデルタ T は実際に冷却に使えた分です。使えた分。 CPU の熱は順番に運ばれてきます。そしてファンが関われるのは最後だけです。つまりそこに熱が届いていなければいくら風を強くしても意味がありません。じゃあ今回は風が余ってたのだ。その通りです。今回の環境では CPU とクーラー側が先に限界に達していました。ではなぜこの中で P12 プロが良い結果だったのか。ポイントは風の当たり方です。通常ファンの風は外側に向かっても抜けやすくクーラーとの隙間からの漏れがロスになります。対してウィングブレードは整流効果があり風の拡散を抑えます。その結果フィンに対して直進性の高い風が当たりやすいです。
GPU でも採用が増えてきたリングブレードってヒートシンクに対して最適な構造な可能性があるのだね。一方でマッハ1-2王は風を送り出す能力としては今回の検証の中では間違いなく最強クラスです。ただし今回の AK400 の条件ではその力を使い切る前に上限に当たっています。 CPU クーラーを変えればまた結果も変わると考えています。ならケース内の空気を入れ替える用途なら存分に能力を発揮できるのだ。そのように考えられますわね。ただ 30mm の厚みがありますので私の NR200 のコンパクトケースだと難しいのよ。確かに取り付け環境は要チェックなのだ。ここまで検証を行いましたが共通して言えることは抵抗により騒音も増えます。ファンが押し出す力の制圧も重要です。でも押し出せたとしても抵抗が高いケースとフィルタの組み合わせでは乱れにより騒音も上がります。単体性能と実装性能は違うということなのだ。その通りです。今回の検証でどこで性能が制限されるかの違いが分かりました。だからファンを評価するには風そのものの能力と実際の結果を複数見比べる必要があります。 CPU とクーラー、ケースの検証機の見直しは今後の課題なのだ。今回の5種類のファンの購入金額とメリットデメリットをまとめた表です。設置スペースがあって性能重視ならマッハ1-2王、自動お任せで静音重視ならの口 UAG2、コストを重視するなら定番のアークティックや FD12V2 が良さそうだね。僕みたいに財布が寂しいとコストも重視したいのだ。そこでコスパと性能を使い切るための PWM 設定について補足しますわ。今回も静音の王者のノクチユア G2 の土俵に合わせた騒音値の範囲の検証でしたがそれ以外は 3000rpm や 2500rpm も回ります。僕はできるだけ静かに使いたいのだ。そこで重要になるのが PWM 設定です。ノクチユア G2 と同じ騒音値に合わせれば同等以上の風速と冷却ができているためアークティックジャパン公式が発信している最大回転数を調整してみましょう。変更方法は BIOS マザーボードメーカー各社の独自ソフトに依存するためまずは検索してみてくださいな。ちなみに私はフリーソフトのファンコントロールを使っていますわ。 CPU 温度 GPU 温度の条件設定を直感的に細かく設定をすることができるので皆さんの取り付け環境で静かと思える範囲に調整や冷却能力が必要なら上げるなどしてくださいな。まずは試してみるのだ。次はどうするのだ。温度測定器を用いた検証を優先したため懐事情が厳しかったの。そこでサーマルライトの TLC12C とその他を比較します。1個あたり466円の格安ファンなのだ。11倍から3倍の価格差がどうなるか気になるのだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいですわ。今後も検証とお役立ち情報をまとめていきたいと思います。よろしくお願いしますのだ。気になるファンがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。自腹検証なのでお時間いただくのだ。今回のデータがあなたの PC 環境をより静かで快適にするヒントになれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。NEXTテストサーマルライト TLC12C